正直その私の黒人の友達で今実際そのアメリカに住んでて、アメリカにいる黒人の友達っていう人は私いないんですね、正直。でもそのいろんな世界っていうか違うところにいる黒人の友達がいて、やっぱりその国が違ったら、そこにある歴史とか、その人たちに向けられる目っていうのも全然違うとは思います。で、今アメリカで起こってることっていうのは、その今までの黒人の人たちに向けられた偏見とか差別みたいなものが本当にずっと昔から続いてて、現代になってきたらその黒人の人も活躍してたりとか、なんか表面的にはもうそういう差別はあまりないみたいな感じで見えるんですけど、実際はなんかそのもう教育っていうものから全然違って、これは私も聞いたりとか調べたり、今アメリカに住んでる人に聞いたりとかしてる話やから結構本当だと思うんですけど、黒人にその私たちと一緒なような人権がないっていう感じっていうのは聞いてます。あれはどうなんですか？オーストラリアにおって、黄色人種としての差別みたいなのは感じたことありますかね？で、今回やっぱ問題になってるのはその黒人の方の差別だと思うんですけど、全然アジア人差別とかあります。で、オーストラリアでも日本人とか中国人、コリアンとかもそうなんだけど、インディアンとか、インディアンも一応アジアなのでアジア人差別とかも全然あります。それにあとはその昔住んでたマレーシアとかでもそのムスリムとか、そっち系の人らの差別もやっぱ全然あります。女男、男尊女卑の差別もあるし、なんかこれっていうのは今回その黒人さんっていうことやけど、私はすごいもう本当全ての物事、全ての人とかに対しての差別っていうものを考えなくちゃいけないなっていう感じはすごいします。一連の騒動ですごい、アメリカ各地で暴動のようなものが起こってるじゃないですか。いろんなところで被害とかも出てるわけじゃないですか。デモとかをはじめ、ああいった、抗議の仕方についてはどういうふうにお考えでしょうか？私は今その現在そのアメリカにいるわけじゃないし、実際そういう物事を体感もしてないから、このインターネット上で出てることとか、そういうことを実際アメリカに住んでる人から聞いたりとかすることしかできないんですけど、テレビとかインターネットでバーって出てるデモとかプロテストみたいなやつは本当に一部だけ。なんか実際もう本当に暴力反対ってやってるプロテストとかもいっぱいあるし、ただじゃあ黒人の人がすごいスマートに丁寧に私はちゃんと話します、私はその言われたところまで行きますって言ってても、その対応する周りの人とか白人の人が結構その物事を大きくしてるっていうのがあって、でその今暴動になってしまってるのも、そのきっかけはその白人の警察官の人が無抵抗な人を殺してしまったっていうところから引き金になってて、今こういうコロナのご時世っていうのもあって、本当にみんなのストレスみたいなのがもうすごい高まってる時にこういうことが起こって、それでもうみんながもう爆発してるって感じなんですけど、なんかあれって全員がそういうその黒人に対しての行動、プロテスト、デモっていうものに参加してるだけじゃなくて、それに便乗したそういう団体が強盗に入ったりとか、その破壊行動に参加してるみたいな感じで、そういうものも言ったら海外メディアとかその映る人から見たら、その黒人がそういう風にするんでしょっていう感じなんかなと思います。確かに、あれ、メディアで流されることによって黒人のイメージが悪くなるっていうことも大いに考えられるもんね。やし、今回だけじゃないっていうことがめっちゃあって、で今回ね、なんかその今インターネットとかが
広まって結構誰でもその携帯でムービー撮ったりできるから、今そういう証拠みたいなものが撮られて、今回のそのジョージ・フロイドさんの言ったその場面とかも撮られてて、今それが拡散されてこういうことになってるけど、実際こういうことって本当にずっと前から起こってて、でもそれってわざわざその報道されないことだから、今になって初めてこうやって世に出たっていう感じで、でも多分ずっとそういう人らってやめてくださいってずっと言ってたと思うんですよ。やめてください、私たちは何もしてません、それって違うんじゃないですかってずっと言ってたけど、言ったら周りが聞いてない、周りが知らないふりをずっとしてきた、そういうことやと思います。そうやんね。ほんでこの今の SNS の時代で声を上げれる時代やからね、これで何か変わればいろんな声が集まってね、変わる可能性とか大いにあるかもしれんよね。なんか私たち日本人って黒人の方とかそういう他の国籍の方とかそういう他の文化の人らに会うことが少ないっていうか、なかなかじゃあ今こういうことがあって、その自分の知り合いとか自分の友達に黒人がいないとか、その身近な人にそういう人がいないとかでイメージしにくいっていうか考えにくい人がいると思うんですけど、でもあれじゃない、韓国の人たちじゃない、僕らにとったら。でも本当に在日の人とかね、ネットとかでも、あとアメリカに今住んでる人とかでも、私に何ができるかなみたいな、なんていうの、結構そういうことが起こっててすごいショックで、だけど実際何していいか分かんないとか、何ができるだろうって考えてる人ってすごく多いと思うんですよ。で結構発信してる人らの中では、言ったらこういうことがあるっていうこと、それとか黒人の文化とかカルチャーを知るっていうことがまず大事っていうのはすごいあるんですけど、私は知るっていうことも本当に全く知らなかった人からしたらすごい大事なんですけど、私からしたらそれじゃ足りないと思います。だって今までも私たちも歴史の教科書とかで黒人の奴隷があったっていうこととかも知ってるはずやし、そういうことも知ってる。で今世界のいろんなところで戦争が起こってる国もある、そういうのも知ってるけど、言ったら国が違うから場所が違うからって言って結構他のところであることなんや、そうなんやっていう感じで思ってる人が多いかなって思うんですけど、イメージがしにくい人はもうちょっと身近なこととして考えてみると、このブラック・リーブズ・マッターに賛同するっていうことは、言ったらそういういろんな差別をなくそうっていうことだと思うんですよ。例えば日本人として自分が思う韓国のイメージはどうかなとか、自分が思う中国人に対するイメージはどうかなとか、もっと近いところで言ったら体にタトゥーがいっぱい入ってる人に対してどうかなとか、ホームレスの人に対してどう思うかなっていうところ。なるほど。それでさ、その具体的にどういうふうに行動に表せばいいかっていうのがポイントになってくるような気はするんですが、でそれがすごい難しいのはなんでかって言ったら、これは私たちの考え方の問題やから。差別をなくそうって言ってるけど、差別実際してしまってる、差別っていう意識を持ってしまってるのは私たちなんですよ。じゃあさっき言ったみたいに、じゃあタトゥー入ってる人に対してとかホームレスの人に対して、その無意識で感じる嫌悪感みたいなもの、そういうものを考えられるかなっていうところ。なるほど。でもそのうちの母親とか父親とかの世代の人らとか、韓国とかと仲悪かった時時代の人らとかの意識とかの刷り込みみたいなんてまだやっぱり根強く残ってるなとは日々生活してて思うねんけど、すごい難しいけど、でも人種が違ってもなんか人間には変わらないっていうのが一番だと思う。いやほんまそこやんね。一番シンプルなところに戻った方がいいような気するやんね。
なんか、まあ、国も違うし言葉も違う、肌の色も違うけど、それ以外に特別な違いって私たちって実はないっていうところを一回考えてみる。そのいろんなことに対して嫌悪感が持ってしまったとしても、今までは嫌悪感のままそのままなんかタトゥーの人怖いわ、ちょっと近寄らんとこ、でもじゃあその人の何を知ってるのってやっぱなっちゃうし、その人と話したこともない、その人が今までこう思ってきたこととか、人間として関わってもないけど言ったら一方的にその見た目だけでこう拒絶してしまってるっていうことがやっぱりその差別とかにつながると思うから、なんでじゃあ自分がそういう嫌悪感を持ってるのかなっていうところから始めるっていうか、具体的にやってみる、考えてみるっていうことも大事なのかなと思います。なんか特にそのブラックカルチャーみたいなもの、例えば音楽とかダンスとかそういう表現とかそういうものっていうのはなんか私たちの周りに当たり前かのようにあって、今聴いてる音楽とかあなたが好きな音楽っていうのもその黒人の人がもともと作ったものっていうのもめちゃくちゃたくさんあります。だからそういう人が作った文化とかそういうものを私たちは使うだけ使ってるのに、その人たちが助けてって言ってる時には私たちは何も言わない。なんかこれはめっちゃね、すごいちょっと難しいところなんですけど、日本人あんまり結構やっぱり言わないから、発言しないからよくわかんないしとか、なんかその自分がちゃんと分かってからじゃないと言えないとかってそう思ってるかもしれないんですけど、黙ってるっていうのもすごい効力、すごい影響力がある。黙ってるって一番結構良くないって思います。だから今こういう結構いろんなところで情報とか拡散されてるし、そのあなたが調べようと思ったらその黒人のカルチャーとか今までどういう風なことがあったのかって本当にもう調べようと思ったらめちゃくちゃ調べれるから、自分で調べてみてっていうところはあります。自分の周りにあるなんだろう差別みたいなことをなくすみたいなっていうのが一番かなって思います。それにヨガとかっていうのはやっぱり多少役に立つというか、その影響を与えるもんな自身にとって。なんかすごいあります。ヨガとかあと仏教の考え方、私たちは本当にもう全部一緒なんですよ。平等で言ったら一つの海なんですよ。一つの海でその波がいっぱいできる。で波にそれぞれ個性があって、波が独立してて、で波と波は自分たちを波ってしか認識してないと、あっちの波より大きくなってやろうとかあっちの波より速くなってやろうとかそうやって競ったりとかするんですけど、その波っていう私たちがその一個の海であるっていうことに気づくべきっていう。難しいなそれもヨガやってないとわからん感覚の問題やね、でも本当になんか一緒やなって思います。なんかその例えば私っていう人がいて、あなたっていう人がいて、違うけど、でも私たちみんな人間一緒、同じように血が通ってるし、そのここが争うことに何の意味もないっていう、そういった感覚っていうのはやっぱヨガでとか瞑想とかで結構得れたものも大きいってこと。なんかそれもあるんですけど、私は結構海外とかに行くことが多くて、そういういろんな人に会ってきたっていうのがあります。なんか正直さっきも言ったかもしれないんですけど、今アメリカに住んでて、今この現状にいるアメリカの黒人の友達っていうのは私いないんですけど、それ以外にパレスチナの友達がいます。でその子は生まれた時からもう国が戦争とかしてて、ちょっとやばいだけどなってなんかその子とかの話とかも本当にすごかったっていうか、自分の国がなくなってしまったっていう友達もいるし、家族で亡命してきたっていう友達もいるし、
なんか本当にいろんな人がいるし、いろんな人の話を聞いて、そもそも本当に同じ人間同士で位を決めるとか、どっちかを使うとか、そういうことっていうのは本当におかしいっていうか間違ってる、その人の命みたいなことを粗末にするっていうのは本当に許されないことだと思うし、なんかそのさっき言ったその身近な差別っていう話で言えば、本当に身近なところで言えば、女の人が主婦として家事をするみたいな、そういう考えもちょっと近しいものがあるなって思います。なんか家族で家事をするのはみんな平等なはずなのに、そのなんで男の人は仕事に行って家にいる主婦の人が家事を全部するのかなっていうのもちょっとやっぱりおかしいって思います。だからほんまにこのコロナを機にいろんなことが風に変わったらとは思うね。じゃあ本当にチャンスかもしれんね。チャンスかもしれないとは思います。